こんにちは。前回の動画で、オイルが漏れた幽霊 PC を修理しました。今回は性能を確認したので、紹介します。漏れてない。ということで、早速起動してみます。スイッチ、オン。ファンはゆっくりですが、回りましたね。使用しているオイルの導粘度が、小さいこともあり、それなりの回転数で回ってくれたようです。ただ、回転数は認識されていませんでした。CPU に負荷をかけなければ、室温が25度で、CPU の温度は約40度、油温は約30度で安定です。CPU に負荷をかけてみます。20分ほど、時間が消し飛んだようです。消し飛びながらメモっておいた、温度はこんな感じで、青丸が空冷時の、オレンジ四角が幽霊時の CPU 温度です。事前にノックスはつけた空冷時のデータも取っておきました。白抜き四角はケースの油温計です。空冷と幽霊で CPU に負荷をかけていない時の温度に大きな差はありませんが、CPU に負荷をかけた直後の温度は、幽霊が約10度低い結果となりました。空冷はすぐに CPU 温度がサチュレートするのに対して、幽霊は油温とともに、CPU 温度がじわじわと上昇します。約12分後に、空冷と幽霊の CPU 温度が逆転し、幽霊の CPU 温度は、約23分後にサチュレートしました。サチュレートした CPU の温度は約85度、油温は約50度、背面のヒートシンクは、ぼんやりと暖かいです。最終的に空冷より温度が上がってしまったので、幽霊にした効果は抜群ではないですが、CPU 温度が85度でサチュレートするのであれば、このままでも常用できそうですね。とりあえず性能が確認できたので、祝杯をあげて眠りにつきました。次の日、会社に行きました。その次の日、も会社に行きました。3日目、も会社に行きました。4日目、ディバウルト。側面パネルを留めていたアクリルネジの頭が吹っ飛んでいました。ありのまま、今、起こったことを話すぜ。会社から帰ってきて、今日も元気かな、幽霊 PC ちゃん、ピヨピヨと思っていたら、ネジの頭が吹っ飛んでいました。さて、ネジの頭は誰に吹っ飛ばされたのでしょうか？状況証拠から考えると、ワコーズさんが犯人のようです。残念ながら、ワコーズさんは防潤していました。お風呂用シール剤さんとの違いは、硬いまま膨張していたことです。膨張して、シール剤の厚さが増したことにより、ネジに引っ張りの力が働いて、頭で破断したようです。つまり、シリコンオイルで防潤をしないシール剤を、探し直す必要があります。で、燃費の悪そうなシール剤を見つけました。探した中で唯一、ガソリン耐性が明記されています。色は透明がなかったので、白で妥協することにしました。今回のシール剤は、表面が乾くまでの時間が短く、手早く作業する必要があり、師走な感じで忙しかったです。部品はこんな感じでバラバラにしています。コミュニティに投稿した茶色い部品は、ノクツアのファンのパッドでした。
シリコンオイルで両面テープが剥がれてしまったようです。残念ですが食パンの袋を縛っているあれとか、青森県の形をした何かではありませんでした。で、こんな感じで再組みします。今回のシール剤はアクリルヘの接着力が強く、不必要な部分にはみ出した時の後処理が大変だったので、アクリルの側面をマスキングテープで養生しています。あと、完全硬化するまで3日かかるようです。シール剤が硬化するまで、時間があったので、ちょっとモバイルバッテリーをつけてみました。ヒートシンクヘの取り付けはマジックテープです。モバイルバッテリーは、以前の動画で紹介した、42000mAh のやつなので、実績ありですね。ということで、スイッチ、オン。問題なく起動できました。装備するとこんな感じです。これなら違和感なく、会社に行けますね。仕事がうまくいったら、こんなポーズで決めましょう。ということで、出発します。まだ